皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国が日本から奪っている農産物の話です。韓国が日本から奪っているものとして有名なものといえば、まずはイチゴ、次にブドウなどが思い浮かびます。これらの特徴は、日本産の品質が非常に高く、海外に持って行っても、高い値段をつけてもまだまだ売れるような農産物です。世界的に見ても、日本の果物の品質は非常に高いことで有名です。そしてその高品質なのを生かして値段も総じて高めの設定をすることができます。しかし海外の人にしてみれば、その品種がどこで作られたか、もしくは誰が作ったかといった話よりも実際に美味しければ問題ありません。ですから日本産のものであろうとも、その日本産のものが他の国で作られて店頭に並んだとしてもあまり気にするものではありません。そういった意味で韓国産のイチゴですよとなっても実際に美味しければ消費者は喜んでしまうものです。しかし韓国産のイチゴがもともとは日本産のものであったならば、それは当然のように日本としては不愉快極まりない話です。そして今回はそうした品質の高い果物だけではなく、他の農産物においても韓国が日本から奪っているよという話について見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。さつまいも、紅はるか、無断流通。韓国で拡大、栽培面積の4割、輸出競合に懸念。韓国で日本のさつまいも、紅はるかが無断で栽培され、広く流通している実態が明らかになった。すでに韓国ではさつまいも栽培面積の4割を同品種が占める。日本の農産物輸出の有望な品目、品種であるだけに、国内産地からは海外に売り込む際、競合することを心配する声も上がっている。韓国への流出は、同国の農業者らが日本の産地を視察した際、紅はるかの種芋を無断で持ち帰ったのが原因とみられる。2015年頃から南部地域で栽培が始まり、18年には同国のさつまいも栽培面積の4割に達している。現地で紅はるかは5キロあたり1000円から2000円と、日本産の日本国内での価格より安く出回っている。短期間に栽培が拡大したのは、韓国の公共機関である地方技術センターが組織培養を進め、海南1号として安価な苗を提供したことが背景にある。同国で種子を管理する機関である国立種子院にこうした状態をどう取り締まるかを電話取材すると、同院は担当者がいないためメールで回答すると答えた。しかし返事は届いていない。紅はるかは農研機構が開発し、2010年に品種登録された。ねっとり系の代表格の一つとして、焼き芋ブームの火付け役ともされている。同機構によると、九州や関東のさつまいも産地を中心に普及し、ブランド化が進んでいる。今年1月から9月の日本産さつまいもの輸出額は、前年同期比2割増の13億3700万円と伸長。今後も伸びが期待される輸出品目の一つだ。このため輸出に注力する産地からは、種苗の海外流出に懸念の声が上がる。関東の産地関係者は、ねっとり系は海外でも需要が高まっている。将来的には韓国産と競合してしまう可能性があると問題し、国には有効な対策を取ってほしいと求めている。農水省によると、9月に行った調査で、韓国や中国に紅はるかの苗が流出していることは確認しているという。ただ、現地での栽培の差し止めや損害賠償請求をするのは難しいのが現状だ。海外で育成者権を行使するためには、現地での品種登録が必要。ただ、新品種保護に関する国際条約では、韓国を含めた多くの国で登録の出願要件が譲渡が始まってから4年以内とされているため、紅はるかは期限を過ぎており、品種登録ができない。海外への持ち出しを規制することを盛り込んだ種苗法の改正については、現在国会で審議している。まず第一に韓国が奪っていったというのはもう事実として認めるべきでしょう。しかし、そのような事実があったとしても日本側が道徳的に追求することはできても、条約や法律などを追求することができないという問題があります。なぜならば、この紅はるかの話題をした時も記事の中に書かれている通り、韓国で品種登録されていなかったということが大きな問題なのです。品種登録されていない以上、権利者としてその権利を主張することができないのが現状なのです。ですから韓国でこれはいいものだとして栽培面積がどんどんと拡大されているにもかかわらず、これに制止をかけるような法律や政府的な力というものをかけようがないのが今の現状なのです。
このような背景には日本側の危機意識とその危機意識のないところに積極的につけ込もうとする韓国の相性の悪さがあります。韓国側にしてみれば日本側の平和ボケした体制というものは非常につけ込みやすいというのが現状なのでしょう。記事の中では日本の農家から奪われたことが指摘されているわけですが、実際にはモラルの低い農家などからの転売やもしくは積極的な強力な関係を持っているような人たちもいる可能性があります。しかし、そうしたことが問題で危機意識を高めなければならないという批判そのものは昔から存在し、それがようやく少しずつ形になろうとしています。今、国会で話し合われている種苗法の改正などについても、基本的に新しい新品種については、海外に無断で持ち出すのをやめさせなければならないという趣旨で法律の議論が進んでいます。ですから基本的には前に進む方向で話は進んでいるのです。しかしこの種苗法の改正というものは以前大反対が起きて議論が頓挫しています。その時には日本共産党だけではなく柴咲コウさんのような有名女優がインターネット上で声を上げて、この種苗法というのは日本の農家にとって悪いものなんだという意識というものが広く流布されてしまいました。しかし反対派の意見を見ていくと、かなり現実離れしたような指摘が多くされており、実際にこの種苗法が改正されたからといって日本の農家が壊滅するということは考えにくいです。例えば農家が自分で種を育てて自分でどんどんと増やしていくことに関してもこれからは許諾制になり、その許諾に関する権利権などが非常に高くなり、それによって農家が潰れてしまうのではないかといった話などが反対派からは出ています。しかし種苗法の改正によって規制されるのはまず第一に新品種です。ですから新しい品種以外のことについては従来の通りのままですから、高い権利料などを払う必要はありません。従来からあるものであれば従来通り作付けができるのです。また種や苗などを開発しているそうした業者に全てを牛耳られてしまうのではないかといった意見などについてもかなり疑問があります。例えば海外のバイエルという会社は非常に世界的なメジャー企業なわけですが、それらの企業が日本で全てを支配するということは不可能でしょう。なぜならば日本の種子会社などは非常に優秀であり、それらの企業は世界的なシェアは取っていないものの、日本国内においては十分なシェアを持っていて、それらの牙城が完全に崩されるということは基本的にはありえないからです。また、そうした海外メーカーが入ってくることによって、遺伝子組み換え作物が一気に広がって日本の農家というものをダメにするんだという話なども出ています。これについても大きな間違いです。なぜならば遺伝子組み換え作物というのはこれまでも農家が自分で選んで作ることができました。しかしほとんどの農家がそうしていません。なぜでしょうか。それは答えは簡単です。それは日本の消費者が遺伝子組み換え作物について高い値段をつけて買うことがないからです。農家にとって大事なのは自分の作ったものが高く売れることであり、決して安く売れることではありません。ですからスーパーに行けば有機栽培農法で作られたものですよであるとか、低農薬栽培のものですよといったように、何かしらの高付加価値をつけて少しでも野菜にしても果物にしても高く売ろうとしているのが、皆さんもスーパーに行けばすぐにお分かりになるでしょう。ですから日本の農家は日本人に向けに物を作っている限りにおいては遺伝子組み換え作物を積極的に作り、それによって海外の種子メーカーに全て独占されるなどということは夢物語に過ぎないのです。そしてこの種苗法の改正について全ての問題が解決するものではないということを前提に議論すべきです。あたかもこの種苗法が改正されたら全てが悪くなるといったような批判をすることもありますが、そのようなことはありませんし、一方でこの種苗法さえあれば全ての問題が解決するかといえばそういったものでもないのです。そもそも論として韓国は日本の果物であったり穀物であったり様々な品種などを奪っていくことに関してもっと厳罰を課さなければならないということに関しては、おそらくこういった種苗法などではないもっと別の法律の方が必要でしょう。それこそ日本から韓国へと種や苗などを送ろうとすればそれらについてはもう犯罪でしょう。しかも重罪ですよ。懲役20年30年軽くつきますよといったような、厳罰に科すといったような話の方がよほど強力に効くでしょう。そして今回の記事であったような海外での品種登録というものもある意味義務化といったことも課すべきかもしれません。
日本国内でしか作る予定がないから海外での品種登録をしないというのではなく、もう新品種として作り始めたんであれば奪われるかもしれないということを前提に、海外でも品種登録の義務を課すというのも国内法としては大事なのかもしれません。それこそ日本国内でしか作る予定がなかった、例えばお米の新品種であっても、日本だけでしか作らないよなと思って開発したとしても、何かしらの意図があって海外で生産される可能性というのはあるのです。何にしても日本で開発されたものが韓国へと持ち出され、その韓国で生産され海外へと販売され、日本のライバルとなるというのは許せることではありません。日本国内における法律の整備というものも必要ですし、その法律を整備した上でいかにして取り締まりを行うか、そして日本国内において韓国の悪巧みに加担するような人があれば厳罰を科すといったことも私は必要だと考えています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。